はい、ゴールデンウィークの間にすっかりこのスライド丸ノコを使いこなすようになった大迫さんですだんだんこのスライド丸ノコが欲しくなってくるやつです、これはどうも、なちゃです。海老野はゴールデンウィーク明けたら一気に晴れましたゴールデンウィークのもう最後の方は土砂降りで、結構家でボケっとしてたんですけど、今日は、大迫さんのガレージ3日目です。前回までこっちの両面の壁をある程度終わらしたんですが、休みの間に大迫さんはスライド丸ノコを使っていろいろ自分で DIY されてたようで、ちょっとだけ進みました。今やってるのはこの窓枠をねやってるんですね。ちょっと見せましょう。スライド丸ノコの角度をつけて切るやつでこうね45度に切って、このアルミサッシのこのアルミをこう隠そうということでここまでやってますね。で今続きでこっち側も今やってるところです。で上のとこがまだ空いてるのと、あとこっち側もなんかスペースが空いてるところがあるんで、ここら辺を中心に今日はやっていきたいなと思ってます。ちょっとどんぐらい進むかわかんないですけど、いろいろ考えながら相談しながらやっていきたいと思います。やっていきます。上がねピシャッと閉じると綺麗ですね。空いてる部分ですね、上のここを、板で閉じようかなと思ってます。多分この間に真ん中に下地が入ってることは考えにくいので、いろいろ考えた結果、上の木と下の木、この2本ですね、この2本を下地にするっていう感じにしようかなと。だから板を1枚ものをこうやってはわす感じですね。で1箇所ね、ここに穴が開いて電気がこう入ってきてるんですよね。こいつを避けなきゃいけないので、ちょっとねこれは工作をしなきゃいけないなと思ってます。ちょっと細かいですけどやっていきます。ホースの部分をこう切りかけたいと思います。ちょうど真ん中のところに持ってきて、こうやって円をつけました。ここをこう切りかけます。はい、ちょっと半分やらして。こんな感じ。どうぞどうぞやってみてください。途中まで行ったら反対からやると間違えた？あ、間違えた。まあ大丈夫大丈夫ですよ。あら、失敗した。はい、線を間違えていびつな形になりましたまあでもその際間違えなければ綺麗になったんですけど、ね、大丈夫ですよ。見えてなかった。愛嬌愛嬌。これは DIY の楽しいところですわ。はい。
できた。この上がすっきり全部閉じたのはいいっすね。アイディアー、OSB ボードの使い古しを選択しました。あそこちょっと穴ほげちゃうけどまあなんかでなんかで後々考えましょう。あとはもうこの枠もね、後で綺麗に色塗ったりすればね、いいですね。はい、次はですね、気になってるここなんですけど、下地を入れて板を張ってるので、こう間空いちゃってるんですよね、このとこに。これをちょっと埋めようかなと思います。でね、こう柱がちょっと出っ張ってるんで、ここを切り替えたりする感じですね。もうこの余ってる幅90ミリをこうやって置く感じです。そしたら、ちょっと飛び出てるけど、ちょっとしたものだったら置いたりできるんで、穴も閉じて、ちょっと見た目も良くなるという感じ。ちょっと細かい作業も入りますが、やっていきます。さあこれでうまくいくかな。はまれば楽しい。ちょっと向こうが切りすぎたな。ここの上にカバーが来るんでいいかなと思って、よし、これでまあいいんじゃないかなね。できたー。あとは窓枠のところですね。はい、今度はですね、ここをやっていきます。まず、なんか、ここ壁があって取ったんですよね。取った。で、こっちも取ったんですよね。で、まあ、ここちょっと段差ができてるんで、こっちはこっちで、板を張って壁を作って、で、ここも壁を作ろうと思います。まあなんかちょっと複雑な形してるんで、とりあえずまあちゃんと壁が張れるように下地を作って、そこからですね、よしやっていきたいと思います。とりあえずね、もうこんなの全部隠したいですもんね。これとかももうそのままにしといて隠しましょう。見事するだけで、はい、ついていきます。
OK。どうでしょはい OK ですう。よし、今日こんなもんかな。ちょっといびつな形をした壁覆ってしまいましたね、ちゃんとね。釘とかほんとそのままで放置してますけど、それが見えないように板を張ったという感じです。この板、ガレージっぽいし、ちゃんとこうやって壁をつければ、ここに収納の棚をつけたりもできる。まあ、ビス打てるんでね。ただの空洞だったところに板をつけるだけで使えるスペースになったんで、よかったんじゃないかなと思います。うん。いいじゃないですか、めっちゃ。こっちは、下から上まで全部板を張って、こっちも種類は違いますが、この板を張って。で、ここにはね、ちょっとこう、いろんなものが置いてますけど、棚をつけたっていう感じですね。まあ、ここもその下地と、壁材を貼るためにできた空間を埋めるために、上に板を貼り付けて、ここになんかソファーを置いてね、コーヒーでもこうやってね飲んでね、上からペンダントライト吊るしてとか、すげえいいスペースになるんじゃないかなと思います。ここの、ガラスはすごいいいんですけど、ここもなんか、ブラインドみたいなね、カーテンじゃないけどブラインドみたいな、ああいうのをこうやって、開け閉めできるようにしとけば、ガレージ感が一気に増すと思います、多分。うん、はい、ということで、大迫ガレージ、OSK ガレージですかね。OSK ガレージの、壁がですね、だいぶできました。ほぼ板で壁を張ったという感じですね。3日でここまでできたんで、まあまあすごいと思いますけど、あと天井をやったりとかもしたいということなんですが、次がいつになるか分かりませんけど、とりあえず今日でここまで進んだのでよかったかなと思います。また天気のいい日に2人の時間の都合を合わせて作業をしていきたいなと思いますので、また次回をお楽しみにということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。いつも動画のご視聴ありがとうございます。高評価、コメントいただけると大変励みになります。私が運営しているオンラインショップパチャママですが、今年はですね、ちょっとずつでも僕の作っているレザーの製品を、掲載していきたいなと思っております。もちろん中南米の雑貨の方も、引き続き掲載していますので、気になる方がおられましたらぜひそちらの方もチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。チャオチャオバイ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 そうそう